皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。20ソアラに当時用意されていたカラーは前期後期合わせて全部で7種類。スーパーホワイトやレッドマイカなどスタンダードなカラーからグリーンメタリックなど渋いカラーまで用意されていたようです。この中から今回は3リッターリミテッド専用カラーでもあるクリスタルホワイトトーニングと言われるツートンカラーで仕上げていきます。上はアイボリーがかったホワイトということでクレオスのアイボリー、下はタミヤのシャンパンゴールドにグリーンを1滴だけ垂らし調色。これをガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシでボンネット裏面やエンジンルームなどにも吹き付けを行いました。塗装の手順としてはアイボリー、マスキング、下の下地でエボブラック、シャンパンゴールドの順です。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。次にエアブラシを使ったパーツの塗り分けです。まずはホワイト指定のパーツから 3D 出力したパーツやシャシー、ファンやタンク類を塗装しました。ブラック系はツヤありとなしで分け塗装です。ツヤなしはエボブラックを使い、エンジンパーツや足回りパーツ、ツヤありはタミヤのブラックを使い、足回りのシャフト類やカバー類を塗装です。ホイールなどメタリック塗料を使うパーツにも下地としてブラックを塗装しておきます。次にメタリック塗料です。エンジン本体やマフラー太鼓部分はフラットアルミ、サージタンクパーツにはスーパーアイアン、ホイールはハイターでメッキを落としクロームシルバー、液パイにはスーパーチタン、ブレーキディスクはメタリックグレーにするなどパーツの素材ごとに塗料を使い分けています。インテリアはベージュ系のツートンでまとめています。ベースカラーはタンとダークシーグレーを混ぜたもので、その上からマスキングを経てダークアースを重ねていきました。次に筆を使用した塗り分けです。明るい色から塗装していきます。まずはメタリック塗料。こちらはエナメル塗料のフラットアルミとクロームシルバー、ゴールドやガンメタを使い分け、説明書指定通りに各パーツを塗り分けていきます。主にエンジン関連のパーツを塗り分けました。次に 3D 出力したパーツで電装系のパーツを塗り分けます。カプラー類はレッドとミントグリーンで、ウォッシャータンクとサーモキャップは蓋の部分をイエローで塗り分けです。刻印文字はヘッドカバーのレッドはエナメル塗料で塗り、エナメル溶剤で拭き取りです。エンジン型式部分はシルバーを綿棒の先端でポンポン塗装。サージパイプの3000は墨入れ塗料ブラックで墨入れです。インテリアではセンターパネルなどにラバーブラックでベースを作り、その上から各パーツ部分にセミグロスブラックを塗装。コントラストの違いを作っています。ボタン類は爪楊枝の先端を細く削ったもので、シルバーをちょんちょんと塗装。ハザードスイッチやシフトパネルの R 部分にはレッド、N 部分にはグリーンを塗装しておきます。続いてこのキットのメインコンテンツ、エンジンの組み立てとディティールアップです。せっかくのエンジン付きですので、持っているものを全てインストールするつもりでやってみました。ディティールアップポイントとしては大きく3つのポイントを押さえています。一つは電装パーツや補給パーツの追加。こちらは 3D を使い、パワーステオイルタンクやウォッシャータンク、電装系のパーツを出力し各部に固定接着です。2つ目はパイピング。
まずピンバイスでエンジンルーム各所にパイプを収納できる穴を開けておきます。エンジンルームと室内をつなぐワイヤーやアクセルワイヤー、ブレーキマスターシリンダーのワイヤーなどは 0.5mm の真鍮線をカットし曲げて取り付けです。電装パーツやバッテリー、カプラーなどにはアドラーズネストの赤黒リード線をカットしたものを各部に取り付け、他にもバイク模型に付属していた太めのパイプをマステでぐるぐる巻きにし、ブラックを塗装したものを各所に取り入れるなどし、パイプの種類でも差をつけてみました。3つ目はカラーリングです。実車のエンジンルームを目指していますが、まだまだ技術不足ですので、パッと見エンジンルームのごちゃっと感を出すために、各パーツにレッドやイエロー、グリーンなど目立つ色を入れ、なおかつエンジンもパーツ素材で塗り分け、ディティールアップしてみました。この後デカール類も貼り付け、よりメカニカル感を出していきます。次に下回りの組み立てです。エンジンに力を全集中させたかったので、車高を下げたりつらい位置にしたりなどの加工がないので、説明書通りの組み立てになります。フロントはブレーキパーツとシャフトを組み立て、アンダーカバーに取り付けたらエンジンを固定接着。接着でしっかり固定できたらシャシーに合体です。リアも同じくブレーキパーツとシャフトを組み立て、アームパーツに取り付けつつシャシーに合体。足回りはしっかり固定したいので洗濯バサミを使い、シャシーとがっちり固定していきます。しっかり固定できたらエンド部分に長谷川のミラーフィニッシュを貼り付けたマフラーを取り付け、下回りが完成です。ボルト類はフォーアーティストマーカーのシルバーで塗装をしておきました。続いてデカールの貼り付けです。キット付属のデカールは年代物につき粉々になると予想しましたので、あらかじめ天日干しをし、黄ばみを取った上でリキッドデカールフィルムでデカールを再生処理しています。エンジンルーム内ではバッテリーやフューズボックス、エアクリーナーカバー部分に手持ちの自作デカールからポーションシールを貼り付けました。これでさらにエンジンルームがごちゃっとし、いい塩梅に。ボディ部分は手持ち自作デカールからトヨタの販売店デカールを貼り付け、インテリアでは液晶部分各所、デジパネ部分にデカールを貼り付けです。リキッドデカールフィルムによりしっかり再生されたデカールになり、ほっと一安心です。車名プレートもしっかり仕上げたら、パネル類や車名プレートに対しレジン液を塗布、ブラックライトを照射しレジンを固めます。これでケースの再現やデカールの方が完了です。最後にインテリアです。まずはカーペットを仕上げていきましょう。ダイソーのフェルト生地を定規で測りカット。セメダインハイグレード向け用接着剤でバスタブ床面に取り付けていきます。シートには 3D 出力したバックルをフロント、リアともに取り付けです。ハンドルパーツの組み立てやサイドブレーキにアクセルペダルなど細かいパーツを取り付けたら、シートにダッシュボードを取り付け、シャシーに合体。前回エンジンルームをディティールアップしたキットは確か青島のローレルだった気がしますが、その時よりしっかりポイントを押さえ作業をすることができたと思います。パッと見インパクトを与えられたら目標達成です。今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。